中島 C6N 彩雲、帝国海軍の艦上偵察機の一枚である。 AI で80年前の色を入れてみる。彩雲、連合軍はマートと呼んだ。中島飛行機が設計した海軍最速級の艦上偵察機である。最高速度 609km/h、 艦爆より艦船よりも速い偵察機だった。そしてその速さはある伝説の電報を生んだ。我に追いつく敵機なし。当時の写真を AI でフルカラー復元しながら彩雲が辿った戦いを追う。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。中島 C6N 彩雲、彩雲、サンディエゴ航空宇宙博物館所蔵の一枚である。1942年、昭和17年、海軍は17士官上偵察機の試作を中島飛行機に発注した。彩雲はその17士官艇として生まれた機体である。求められたのは当時最強の米軍戦闘機をも振り切る速度、そして新型空母大砲級に搭載できるコンパクトさ。ガンとも書かれたその名前の意には、彩る雲、雲を彩るほどに空を駆け抜ける機体。中島の技術陣はその両立に挑むことになる。中島 C6N 彩雲、ペインテッドクラウドミアト。これもサンディエゴ航空宇宙博物館所蔵の一枚である。主任設計者は中島飛行機の技師山名正夫、東京帝国大学航空学科出身の設計者である。試作1号機の初飛行は1943年5月、昭和18年、誉れエンジンを搭載した彩雲が初めて空に上がった。彩雲の機体は3人乗りだった。総10員、偵察員、そして電信員。長距離の偵察任務ではそれぞれが役割を分担した。機体は流線桁に絞り込まれ、空気抵抗を極限まで削っていた。エンジンは中島の誉れ21型1990馬力を発生する当時の日本機の最高峰のエンジンである。しかし誉れエンジンの不調が彩雲の量産を大きく遅らせていく。そのエンジンと削り出された機体が彩雲の速度を生んだ。海底に沈んだ彩雲の機体。南太平洋の海底で近年撮影された一枚である。1944年、彩雲が最初に実戦投入された場所。それはマリアナ諸島、テニアン島。第121回軍航空隊が本機を運用した最初の部隊である。太平洋戦争中盤、日本海軍は米軍の動向をつかむため高速の偵察機を必要としていた。彩雲はまさにそのために生まれた機体だった。本来彩雲は新型空母大砲級から発進する予定の艦艇だった。しかし量産の遅れと戦況の悪化により空母発進は実現しなかった。その代わりにテニアンの陸上基地が彩雲の最初の戦場となる。そして1944年6月、米軍がマリアナ諸島に上陸する。第121航空隊の彩雲も総書が失われていった。空に上がる前に、あるいは任務の途上で、ある機体は飛行場で破壊され、ある機体は太平洋の海底に消えていった。格納庫に残された彩雲の残骸。1944年7月30日、テニアン牛岬飛行場での一枚である。第121海軍航空隊第一偵察飛行隊、尾翼番号21103。格納庫の中で米軍に発見された彩雲の残骸である。
マリアナ諸島の戦いでテニアンは陥落した。そして第121航空隊の彩雲も地上で破壊された。飛び立つ前に撤退する間もなく機体は失われていった。搭乗員たちもその多くは島に残されたままとなる。実戦投入からわずか数ヶ月、彩雲はその最初の戦場で母艦を失った。そしてその母艦大砲もまたマリアナ沖の海戦で失われていた。しかし本土の他の航空隊では彩雲はなお飛び続けていた。香取基地から離陸する彩雲第700路九十二海軍航空隊の一枚である千葉県香取基地第700路九十二海軍航空隊が彩雲の主力運用部隊となっていた。太平洋戦争後期、日本海軍の偵察任務の中核はこの部隊だった。香取から飛び立った彩雲は太平洋の遠く、米機動部隊の動向を探った。航続距離は 5300km、長距離の単独飛行で敵艦隊の動向をいち早くつかむ。電信員は機内の送信機を操作し、見つけたものを本土へ打電する。しかし偵察機は孤独な存在だった。護衛もなく敵戦闘機に襲われれば振り切るしかない。帰投できないものも少なくなかった。それでも彩雲は空に上がり続けた。明治基地から離陸する彩雲。1945年初夏、第210海軍航空隊第3飛行隊の一枚である。愛知県明治基地第210海軍航空隊が本土防衛の任に当たっていた。任務へと飛び立っていく彩雲。主脚を地から離し空へと上がっていく。1945年戦争末期、第210航空隊は明治基地で編成され、本土近海の偵察を担当した。本土上空にも米軍機の影が迫っていた。彩雲の偵察任務はますます重要なものとなる。沖縄沖の米機動部隊、本土に迫る空襲、敵艦隊の進路、それらをつかむことが防衛部隊の作戦立案を支えていた。しかし敵の艦隊はすでに日本本土のすぐそこにあった。偵察情報を得てもそれを生かす戦力がもう残されていなかった。彩雲の伝説として語り継がれる一つの電報がある。我に追いつく敵機なし。我に追いつく敵機なし。偵察任務中の彩雲が米軍の艦載戦闘機に追跡されるも振り切って打電したとされている。打電された日時、機体、搭乗員については諸説ある。1944年12月、沖縄沖偵察任務の帰路という説がよく知られている。電報の原文記録は現存しない。事実か後世の脚色か議論はある。しかし彩雲の速度はそれを可能とした。最高速度 609km/h、 F6F ヘルキャットの最高速度を上回る数字である。太平洋の空で彩雲は確かに敵機を振り切ることができた機体だった。中期する彩雲 C6N1S よりに95。1945年6月、神奈川県厚木飛行場第302海軍航空隊の一枚である。第302海軍航空隊、本土防衛のための夜間戦闘機を運用する専門部隊である。司令は小園安名大佐。日本海軍における夜間戦闘機の生みの親、その人物である。小園は月光に搭載された車銃の発案者として知られていた。そしてその車銃の思想が彩雲にも持ち込まれることになる。第302空には彩雲を改造した野戦型 C6N1S が配備されていた。偵察機として生まれた機体に夜間迎撃の役割が与えられた。月光、銀河、そして彩雲、夜の空を守る機体が厚木に集められていた。機体上部に斜め上向きに搭載された5式 30mm 機関砲、これが彩雲に施された最後の改造だった。
そして機体に書かれたよりに救護の文字。日本海軍が B-29 迎撃のために送り出した最後の野戦である。標的となったのは米陸軍の第315航空団。これは B-29 による精密爆撃を専門とする部隊だった。 ANAP-97 通称イーグルレーダーを搭載した特殊な B-29 で構成されている。日本本土の石油施設を夜間に集中爆撃する任務を担っていた。そして1945年8月1日から2日にかけての夜、第315航空団の B-29 に対し唯一の出撃が行われた。成果については記録が乏しい。しかし彩雲という偵察機が最後の最後に迎撃機としても飛んだことは確かである。戦後、米護衛空母に積まれた鹵獲日本機の集団。中央に彩雲 C6N1 も含まれる一枚である。1945年、終戦の後、連合軍は日本海軍機を評価のために米本土へと輸送した。ゼロ戦、都龍、月光、彩雲、そして水星、各種の機体が護衛空母の甲板に並べられ太平洋を渡った。その中の一機が中島 C6N1。輸送先はメリーランド州のパタクセントリバー海軍航空試験場。そこで彩雲は米海軍のテストパイロットによって飛行試験された。測定された最高速度は約 609km/h。米軍は自国の F6F、F4U、P511 を上回るその速度に驚いた。日本が終戦の年にこれほどの偵察機を運用していたのか。彩雲は戦後の米国にその性能をはっきりと証明することになる。海底に眠る中島 C6N 彩雲。ミクロネシア連邦中区州上野島の沖、ダイバーが撮影した近年の一枚である。ここはかつてのトラック干渉太平洋戦争中、日本海軍の中部太平洋における最大の海外根拠地だった。連合艦隊司令部も一時期ここに置かれた場所である。1944年2月17日から18日、米軍は空母任務部隊を率いてトラックに大規模な空襲を仕掛けた。ヘイルストーン作戦。艦艇50隻以上、航空機270機以上がこの時失われている。そしてその後も戦況の悪化とともに多くの日本機がこの海域で失われていった。そのうちの1機が80年の時を経て海底に静かに眠り続けている。上空から見下ろした海底の彩雲。両翼を海底に広げたまま機体は静かに横たわっている。風防の枠、操縦席、垂直尾翼の影がはっきりと見て取れる。ダイバーたちが撮影し続けてきたその姿である。彩雲にはある特徴がある。それは戦時中の飛行写真がほぼ存在しないこと。偵察機としての性質上、彼ら自身が写真の対象になることは少なかった。単独で敵地深くへと飛ぶのが偵察機の宿命だった。撮影者である偵察機自身の姿は空には残されなかった。そして陸上で現存している彩雲はわずか1機。米国スミソニアン国立航空宇宙博物館ガーバー施設に保管されている。しかし海底にも彼らの姿は残っている。伝説の電報を撃った瞬間の彩雲は撮影されないまま戦場を駆け抜けていった。その代わりに今海底でその姿を見ることができる。彩雲 C6N は連合軍にミアトと呼ばれた。中島飛行機が設計した最高速度 609km/h の海軍最速級の艦上艇サツキである。1944年、マリアナ諸島の第121海軍航空隊で最初の実戦運用が始まった。しかしテニアンでは多くの機体が地上で破壊された。第762航空隊香取
第210航空隊、明治、各地の航空隊が彩雲を運用し続けた。長距離単独飛行で敵艦隊の動向をいち早くつかむ。その役割を担い続ける。そして残されたのが伝説の電報、我に追いつく敵機なしだった。1945年6月、厚木の第302航空隊では野戦型 C6N1S が運用された。8月、30ミリ射銃を搭載したヨディニ9号が B29 に対し唯一の夜間出撃を行う。偵察機として生まれた機体が最後に本土防衛の迎撃機としても飛んだ。彩雲の特徴は戦時中の飛行写真がほぼ存在しないこと。撮影者であった偵察機たちは自らの姿を後世に残さなかった。陸上で現存しているのは米国スミソニアンに眠るたった一機のみ。そして残されているのは海底に眠るいくつかの沈没機。中区環礁上野島の海底。80年経った今も彩雲はその姿を静かに止めている。それでも彼らが空にいたことは確かである。あなたのご家族、ご親族の中にも彩雲に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。彩雲に乗った人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。